今日は語学を勉強している方に必見のアプリご紹介します。私の動画見てくださってる方々って結構韓国語を勉強してる方多いんじゃないかなって思います。なのでね、ぜひこのアプリ使ってみるとすごくね勉強になると思います。で、どんなアプリかっていうと、こちらハイネイティブっていういろんなね語学言語で質問するとその国のネイティブな方が返してくれる。だからいろんな質問もできたり、韓国語の疑問点とか聞けたりっていうアプリですね。これ世界で語学勉強してる方々向けのアプリです。そしてなんとこれ韓国語だけじゃなくって120カ国語の言語に対応してるそうです。しかもね無料アプリっていう無料でダウンロード利用できちゃいます。ちなみにダウンロードは Android と iPhone で行えるそうです。またウェブでもできます。じゃあ早速私も今から新規登録して使ってみたいと思います。はい、じゃあまずこれがハイネイティブのアプリです。こんな可愛いやつになってます。これを押します。ここで Twitter、Facebook、E メールアドレスで登録ができるんですけど、私は Twitter を選びます。はい、研ぎ餅出てきました。アカウントを連結させる。連結。お、開いた。はい、でここで名前を決めますが、私は研ぎ餅にしました。で次へ。でここで私は母国語を日本語のネイティブレベルで、興味のある言語を韓国語にします。で韓国語のレベルどうしようかな、中級ぐらいにしとくか。で他にも興味のある言語いくつも追加できるんですけど、とりあえず韓国語でいきます。で新規登録きた。でここでちょっと説明入ってますね。こんな感じでなんかちょっと LINE とか加工トークみたいな感じですね。ここで私がこう何か疑問について質問すると、こっちの人が答えてくれます。でね、なんとここに録音機能もあって、私が録音でね声でそういうのもできます。回答は相手の母国語や自分の母国語で相手のね質問に答えてあげることも可能です。じゃあ早速回答にチャレンジしましょう。ちょっとやってみますね。こんな感じで、ハローは日本語で何と言いますかで、日本語を勉強してる方から質問が来た場合、私がこうやってこんにちはと言います。こうやって返してあげると、いい感じ。こんな感じで返してあげますね。で次はネイティブスピーカーに質問してみましょう。質問はとても簡単。質問テンプレート一覧から質問したい種類を選ぶことができます。はい、じゃあ私も試しにここから質問やってみたいと思います。いろいろとねこうやって項目があるんですけど、この発音は自然ですかっていうところで、ここで私の声をね録音すると、そのね発音について母国語のね方が答えてくれるっていうやつ。また何々を使った例文を教えてくださいとかも聞けますね。何々はどう違うの、これやってみましょう。よくね韓国語勉強するので気になるフレーズといえば、クルンデとハジマン、どっちもだけどとかでもとか意味ですよね。ちょっと書いてみます。クルンデ、韓国語について教えてください。クルンデとハジマンはどう違いますか。説明が難しい場合は例文を教えてください。はい、これで投稿。はい、入りました。こんな感じで私の疑問が投稿されました。少し待ってみます。早い。もう一瞬で何分10分とかすぐ返事が来ました。実際韓国人の方からの返信です。クルンデとハジマンははずセイム。なぜか私外国人なんで英語で答えてくれましたね。ここ日本語で答えてくれる場合もあります。クルンデとハジマンは同じ意味です。しかもこのクリ語の使い方も書いてくれてます。クリ語はエンド、そしてみたいな感じですって書いてますね。返信が来るのめっちゃ早かったです。すぐ教えてくださいました。韓国人の方が。韓国語に関する質問結構いろんな方がされてますね。私の発音は自然ですか？あなたの発音を聞かせてください。こういうことも聞けたり、なんか発音のねチェックもできるそうです。例えばこの方、サンキューは韓国語で何と言いますかって質問して、でこちらの方がカムサハムニダって答えてますね。でこちらの日本人の方が、私の発音は自然ですか？あなたの発音を聞かせてください。でここで多分自分の発音を録音してますね。こちらの方がこうやって録音で返してくれてます。こんな質問もあります。アニョハセヨナヌンアジュパップンゴやチェサーミニダ。この表現は自然ですか？実際その国でねこうやって話すと自然かどうかって気になりますよね。以下から回答を選んでください。とても自然、少し不自然、不自然、意味が通じない。この中から他の人がねみんな選んで、この言葉がどうだったかっていうのを自分で調べることができます。これ結構人見知りの方でも使いやすいと思いますよ。お互い顔を見合わせずに声の録音とか文章だけでやり取りができるんで、韓国語ね勉強したい方でも直接会わなくってもこういうのでねネイティブの方に教えてもらったりいろいろ質問したりできます。結構ね本当に語学勉強する方このアプリ必見ですよ。すごく使いやすいです。機
家音痴の私でもね結構簡単に今初めて開けてやったんですけどできました。でね、こんな風にこのアプリ利用していくと私の言語で、私だったら日本語ですね、この日本語を勉強している外国人の方から質問がいろいろ出てますよね。それにたくさん答えてあげたりするとクイックポイントっていうポイントがもらえるんですよ。でそのクイックポイントは同じね母国語のユーザーからいいねをもらうともらえるポイントだそうです。でね、このポイントが高いユーザーは信頼度ももちろん高くなります。それでね、プレミアムにグレードアップすると自分の質問を優先的に表示するチケットがもらえます。だからね、いっぱい質問がさっきみたいに出てる中で自分のね質問を優先的に答えてもらえるようにできるそうです。はい、こんな感じでね、他にもいろんな語学があるんでいろんな言語勉強してる方にはぜひぜひ必見のアプリになってます。よかったらね利用してみてください。ハイネイティブさんです。この動画の概要欄にもねリンクとか貼っとくんでぜひねダウンロードして使ってみてください。以上、語学を勉強している方におすすめのアプリでした。